皆さんこんにちは。とうとうもう10月になってしまいました。そして10月といえばハロウィンだよね。お菓子作りオタクの私にとってハロウィンとかクリスマスとか本当に一大イベントで、1ヶ月前くらいからそのイベントに向けていろんなお菓子を作るのが私の楽しみ方なの。お相手しましょう。早速今回はハロウィンに向けたスイーツを作ろうかなって思ったんだけど、お化けとかジャックとかフランケンとかそういうハロウィンのキャラクターたちは今回は登場させずに、まずはかぼちゃをテーマにしたおしゃれなスイーツたちをね作っていきたいなと思います。ちょっと3つに分けて今からね着色していきます。今これは何を作ってるかっていうと、まずはねかぼちゃのクッキーを作ってます。こんな感じでかぼちゃパウダーとココアパウダー、3色のうち2つはパンプキンパウダーのみを加えてかぼちゃ味にして、もう1つはココアパウダーも加えてほんのりチョコ味にしてみました。こんな感じでね3色できました。でこれに薄力粉を入れていく。普段何もなくてもめちゃくちゃお菓子作りしてるんだけど、ここ最近は秋スイーツとかハロウィンとかでもうお菓子作りモチベがねさらに上がってて、早くキャラクターたちのハロウィンスイーツも作りたいんだよね。めちゃくちゃいろいろ考えてるの。よしできた。じゃーん、この3色ができたので、これはちょっと冷蔵庫で1時間半くらいかな冷やしていきます。よいしょ。次は今日も京都でマカロンを作っていきます。今回はかぼちゃの形のマカロンを作ろうかなって思ってるんだけど、マカロンって形が複雑なほどすごい失敗確率が上がるんだよね。普通の形はほとんど失敗しなくなったんだけど、やっぱりねちょっと形を変えるとまだまだ全然失敗ばっかなんだよね。まあ難易度が高いからこそマカロン作りはね楽しくてハマっちゃってるんだけど、どんな形も綺麗に作れるようにまだまだたくさん作って修行していきます。感覚でつけていきます。3つ色をとりあえずね置いてみたんだけど、ここからどんな色になるかは混ぜてからのお楽しみということでまず1つ目は普通のかぼちゃの色でオレンジ色です。残り2つはちょっと薄いブラウン系統にねしてみました。1つは白にしてもよかったかなって思ったんだけど、なんとなくやめました。もうちょっと緑入れようかな。いいかも。それではねかぼちゃの形に絞っていくんだけど、これがめちゃくちゃ難しいの。前に貝殻のマカロンを作ったんだけど、その時くらいの難易度かもしれない。オレンジの方のかぼちゃのマカロンが絞り終わったんだけど、マカロナージュしすぎたかな。全然もう線がさ消えちゃってて、全然かぼちゃの形がわからなくなっちゃってるから、どうしようかなこれ。後でちょっと線を描き足さないといけないかもしれない。さすがにかぼちゃってわからないよね。ちょっとこれは後でデコレーションでカバーしようかなと思います。カバーできるかな。一つ目絞り終わった段階から早速雲行きが怪しいんですけど大丈夫かしらね。こんなはずでは。後半の2つが無事に絞り終わって、全部ね絞り終わりました。ただやっぱりこっちもね線がめちゃくちゃ薄いです。色も結構ね暗めの色になってます。これが吉と出るか凶と出るかちょっとわからないけど、とりあえずねこれは乾燥させたいと思います。次はねケーキのスポンジを作っていきます。よく作るのが一番好きなスイーツは何ですかっていう質問をねいただくことがあるんだけど、私は多分今までもこれからもずっとケーキだと思います。多分これは変わらないかな。作りたいデザインが無限に浮かんでくるんだよね。もちろん食べる面でもショートケーキというスイーツがもう本当に一番好きです。容器がちっちゃすぎた。いいか。今回のスポンジはかぼちゃパウダーを少し加えてかぼちゃの風味が出るようにしてます。よし、じゃあこれを焼いていきます。先を急ぎましょう。最後はプリンを作ろうかなって思うので、
スポンジを焼いてる間にまずはカラメルを作っていきます。茶色になってきたよ。よし、いい感じの色になった。 OK。 そしたらやばい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 
やばいやばい。やばいやばい。お皿入れちゃったよ。焦った。焦った焦った。作ったカラメルをプリンカップに流していきます。ていうかプリンを作るのめちゃくちゃ久しぶりかもしれない。2年ぶりとかかな。ちょっと久しぶりすぎて不安でしかないんだよね。足りないな。カラメルが足りないから、あと別に8個も作る必要ないので1個作ります。これでいいや。ちょっとこれは一旦冷やしていきます。焼けました。スポンジが無事に焼けました。すぐクッキングシート剥がしていきます。かぼちゃパウダーを入れたことでいつもよりねスポンジの黄色が鮮やかな気がする。そこが結構焼けてるのはなんでだろう。なんかちょっとそこだけ結構焼けてるよね。なんだろう。まあいいや。とりあえずこれちょっと粗熱を取ります。そしたら次はプリン液の部分を作っていきます。これはマカロンでね余った卵黄です。これ使います。マカロンを大量に作るときはプリンを使えばいいんだね。よいしょ。卵入れ終わりました。めっちゃ卵使うね本当に。カップからプリンを出した時にしっかり形が保たれるようにね、よくある喫茶店プリンを目指して生クリームよりも牛乳を多めに使ってます。そしたら温めた牛乳たちを入れていくんだけど、卵が固形化しないように少しずつ加えて混ぜていきます。できたらプリン液をしっかりこしていきます。私はいつも2回くらいこしてるかな。こんなの聞いてないよ。泡がねすごい立っちゃってるから、これ今ね泡を取ってます。ちょっとできる限り泡取ったんだけど、まだちょっと残ってるんだけど、もうこれでね焼いてきます。どうしてって感じ。てかアルミやってないじゃん私。やばい。絶対入れる前にさアルミするべきだった。もう間違えた。本当に大丈夫かな。本当に成功するかな。ちょっと不安でしかないんだけど。ではこれはオーブンで焼いてきます。やばい。水がこぼれないように。じゃーん。そしたらねクッキーの方を作っていきます。ね、聞いてよ。ちょっとさプリンのやつちゃんと私ああやってね失敗があった時はすぐねその後に調べるの。なんで失敗したかって。マカロンとかもそうなんだけど。でそうしたらさ多分なんだけど氷水に当ててなかった。バカすぎる。プリンめちゃくちゃ久しぶりに作ったからさ何してんのって感じなんだけど。本当にやばいね。ちょっと氷水に当てないなんて絶対滑らかさ落ちるよね。ちょっと次回は本当に気をつけようということで今日はこのままいきます。反省会も終わったところで気を取り直してかぼちゃのクッキーの方を進めていきます。やっぱり小さいものって可愛いから一口サイズの大きさで作っていこうと思います。さあ行くぞ。日が暮れちゃう。ちょっとね手袋だとシワとかできちゃうから素手でね形をきれいにしていきます。しっかり丸めたら、うわ見て泥団子みたい。しっかり丸めたらちょっとねこす。こんな感じで泥団子みたい。かわいい。これやってる間にプリンが焼き上がりそうだな。
まずさ、色もバラバラじゃん。作業する順番とかもバラバラで、これ性格出るよね、本当に。私本当に大雑把なの、実は。うすうす気づいてる人もさ、いると思うんだけどさ。とりあえず全部できたので、こっからね、模様をつけていきます。やばい、待って。今からクッキー模様つけようと思ったら、プリンが焼けた。ちょっと取り出します。よいしょ。とりあえず、これをめくって、どうだろう。なんか結構固まってんだけど。大丈夫かなこれ。てか早く取り出した方がいいか。先に。でもなんか思ってたより焼き上がりの表面は綺麗にできてるかもしれない。下回りがどんな感じかちょっと気になるね。ちょっと一旦この子たちは粗熱を取ろうと思います。その後に冷蔵庫で冷やします。不安でしかない型取るの。そしたら次はね、マカロンの乾燥がちょっと終わってるので、この子たちを焼いていきたいと思います。順番にね。マカロンをね、順番に焼いてる間にクッキーを仕上げていきます。さっき途中でプリンが焼けちゃったからね、これで一回冷やしてたんだよね。そしたらここからね、模様をつけていきます。こんな感じかな。ちょっと下手すぎる。両面でやった方がいいかな。なんか下手だな、めっちゃ。こう綿棒を、こういう感じどう？こういう感じで、こう。まず4箇所。どうかな？こんな感じ。ここの、上下をちょっと潰す？こんな感じです。ちょっとね、汚いんだけど、1個目。こんな感じになりました。ここを押して、どうさっきよりかぼちゃになってます。じゃーん、マカロンが焼けました。クッキーやってる間に。今回は大失敗です。ひび割れがあるし、久しぶりにひび割れしてるな。で、あとピエもね、もうほとんど出てない。超薄い。やっぱさ、絞り方が結構ね、難しかったから、ぺったんこになっちゃったんだよね。まあちょっとこれでね、一旦冷ましておきます、とりあえず。ここで引くわけには。よし、続きやるか。だいぶ早くなったからね。もうね、コツはつかんだ。こうやってやって、これで上は完成。ここからひっくり返して、さらに、下半身をやっていく。最後にここをこうやって押したら完成。待って、これでラスト。で、マカロンあと5分。よし、間に合うね。最初はさ、日が暮れるんじゃないかと思ったんだけど、どんどん作業が早くなって、思いのほか早く終わりました。できたー。いい感じ。そしたらちょっとパンプキンシードもね、つけてみました。どうよし。じゃーん。かわいい。待って、マジでかわいいんだけど。何このかわいさ。かわいい。じゃーん。マカロン第2弾が焼けました。こっちはね、ひび割れはなかったものの、ピエはやっぱりね、ほとんど出てないかも。いつもより高さがめちゃくちゃちっちゃい。なんでかっていうと、そもそも生地の分厚さがいつもより全然多分少ないんだよね。まあでもこれはひび割れほとんどしてないのでよかったです。ちょっとこれも冷ましてきます。先を急ぎましょう。そしたらもう次この子たちをね、焼いていくんだけど、パンプキンシートがついてない子たちは、グラニュー糖につけて焼いてみようと思います。こんな感じで。なんか不安になってきたから1、2個。こうやってグラニュー糖につけて焼いてみよう。何事もやってみないとわからないからね。そこ。じゃーん。そしたらこれを焼いてきまーす。かわいい。見て。超かわいくない？本当にかわいいんだけど。色合いが本当にかわいい。ドンピシャなんだけど。超絶好み。とりあえずね、焼いてきます。こんなこと言ってる場合じゃないよ、本当に。先を急ぎましょう。じゃーん。こんな感じでかぼちゃのマカロンが全部焼けました。かぼちゃって言われてもわからないくらい、本当に
今回大失敗かも。こんな感じでね、P が本当にちょっとしか出てないの、まず。でしかもね、ところどころこんな感じでひび割れしちゃってるの、ほら。なんかこうやって失敗した時に、絶対にあれが原因だよ、みたいなさ。そういうのがわからないところがマカロンの面白いところです。てかそもそも今回マカロンめちゃくちゃ薄いから、そりゃピエ出ないよねっていう感じです。ちょっともう少し分厚く絞るべきでしたね。ちょっとこれをどうにかしてちゃんとかぼちゃってみんなに言ってもらえるようなスイーツを作りたいですね。よいしょ。裏面はいい感じ。マカロン剥がし終わって、スポンジもね、カットし終わりました。そしてちょうどクッキーの第1弾が焼けました。見て。待って、可愛すぎない？こんなに大成功なことある？ってくらい可愛いんだけども、これで今日終わりでよくないって感じで、もう満足。大満足可愛い。まだね、これから先は長いので、クッキー第2弾の焼く準備をしよう。はい、オーブン採用熱。よいしょ。そしたらこのクッキー第2弾もね、焼いてきます。で、これ焼いてる間にナッペしちゃおうかなって思うので、クリームの準備をしていきます。今日のケーキはキャラメル味にしようと思ってまたキャラメルソースを作ってます。で、キャラメルソース作りながらね、さっきのね、かぼちゃがね、見て超可愛いの写真ずっと眺めてるんだけど。ちゃんと作りなさいって感じだね。で、ちょっとあんま苦すぎない方がいいので、このくらいになったら OK かな。いい感じにできたら火を止めて生クリームを加えて混ぜていきます。そしたら泡立てておいた生クリームに加えて混ぜていきます。キャラメルと生クリームの割合は本当に自分好みにしてます。私は結構甘いのがいける人なので、キャラメルは苦すぎず本当に風味が感じられる程度でいいんだけど、甘いのがあんまり得意じゃない人はキャラメルの割合を増やした方がケーキ全体として食べやすいかもしれない。よし、じゃあちょっとこれでナッペをしていこうかと思います。クッキーが焼けてるよ。2段階目のクッキーも焼けました。いい感じ。奥の方で粗熱を取るためにかぼちゃクッキーを置いてたんだけど、そっちにピントが完全に持ってかれちゃってんだよね。カメラもね、やっぱそっちを映したいんだろうね、多分。ていうか今度さ、いとこたちみんなでハロウィンパーティーをする約束をしてて、スイーツを食べながら雑談しながら、あとボードゲームとかやっちゃったりしてね、もう本当に楽しみすぎて、可愛いハロウィンキャラのスイーツをね、たくさん考えてるの。そここれで。なんかすごい台形になってるけど、まあいっか。一番汚いところはここかな。よいしょ。なんか今回すごいケーキが台形になってる。なんででしょう。こんな感じでナッペが終わりました。緊張するな。いきます。ちっちゃい方が良かった気がするな、絞り口。乗っけられないかな。これ乗っけたい。ちょっと待って、あんまりかも。本当はここにクッキー乗っけようと思ったんだけど、クッキーが思ったよりね、でかくて、これ真ん中に1個はちょっとダサいから、やっぱりやめます。せっかくナッペ綺麗にしてもったいないんだけど、こうやってね、ちょっと汚くなっちゃったら、逆にこう汚くしちゃう。あんまり詳しくデザインをいつも決めてなくて、作ったクッキー乗っけたら可愛いかなくらいに思ってたんだけど、考えながらちょっとこのクリームを絞っていこう。悩ましい。デザインをね、すごい悩んだんだけど、とりあえず側面に小さくかぼちゃの模様を描いていこうと思います。そしたら、パンプキンかけたから、次はね、痛い。次はね、この茶色のクリームで、パンプキンの枝を描いていきます。こういう感じでどう？
パンプキンになってる。このリボンみたいだったパンプキンが。ちゃんと正真正銘パンプキンになってるよ、この茶色だけで。どう可愛くない？ふぅ。ほい。ケーキのトップも寂しかったからいろいろ描いてみたんだけど、本当に下手すぎてすいません。これブラウンのリボンなんだけど、これ結構めちゃくちゃ合うかなって思うので、ちょっとちっちゃめにリボンをカットして、で、つけていきます。めっちゃ可愛くない？この色合い？秋って感じのこの茶色系と、こういうのなんていうの？暖色っていうのかな？めっちゃ可愛い！とりあえず、ケーキの方はこれで完成です。そしたらパンプキンクリームを作っていきます。柔らかくしたかぼちゃとグラニュー糖と、あと生クリームを加えて、ブレンダーで混ぜるだけなので簡単でしょ？こんな感じで、パンプキンクリームができました。下半分にこう入れていきます。こういう感じでちょっとね、半分に入れて、で、上半分には生クリームを入れます。このクリームはケーキで余ったキャラメルのクリームをね、少し使ってます。で、これね、うまくいくかわかんないけどね、ちょっとこれでクリームを絞ってみたいと思います。よし、そしたらね、プリンを型から外していきます。超緊張するんだけど、とりあえずこんな感じで、側面をOK。こうやって。で、ここから揚げると、どう？めっちゃくちゃプリンじゃない？ちょっと氷水で冷やすの忘れちゃったプリンです。できた。回転2回転させるとね、ポトンって落ちてくるわ。はい。できた。そしたらこのさっきね、作ったクリームを絞っていきます。ここでまた問題が発生しちゃったんだけど、なんかね、かぼちゃクリームを裏ごしするのを忘れてて、というか口がりが結構大きかったからいけるかなって思っちゃって、だけど全然詰まっちゃった。やっぱ横着しちゃダメだね。やっぱ詰まっちゃってる。ちょっと待って。やばい。ちょっとダメだ。ちょっと一旦やり直そう。クリームをちょっと作り直してくる。ちょっととりあえず上のクリームはね、除去してきました。ちょっとね、本当にごめんって感じなんだけど、キャラメルが薄くなっちゃったかもしれない。これちゃんと洗ったのにさ、もう一回ちょっと裏ごしして、しっかりね、クリームを作り直してきます。クリームを一から作り直してきたんだけど、全然綺麗に絞れる。てかさ、裏ごししてないとかさ、結構ありえないことなのかな。お菓子作りしてる人からしたら。いい感じ。めんどくさいけど作り直してよかったね、本当に。たら仕上げていきます。こんな感じでかぼちゃのプリンができました。かわいい。よいしょ。最後これだ。ちょっとね、さっきこれ1個描いてみたの、模様を。こんな感じでさ、かぼちゃの模様を描いていくのどうかな？いろいろ改善策を考えたんだけど、これ以外の方法を思いつかなかった。体が言うことを。そしたらいつも通りクリームを絞って、めっちゃひびが割れてる。今回は本当に生地を薄く絞りすぎたことが範囲だと思います。どうでしょうか？ピエたちも頑張って出てきてくれたよ、本当に。できる限り最大限出てきてくれたと思う。こんな感じで絞り終わりました。で、そしたらね、ここからは、ポッキーをここに刺していきます。こうやって。どうこのアイディア。ちょっとまだ地味だったから最後にアイシングでデコレーションをしました。じゃーん、全部できました。絶望的な失敗からちょっと巻き返したかなって思うけど、それでもね、やっぱちょっとかぼちゃかって言われるとっていう感じかもしれない。てか模様も汚いしね、なんかリンゴみたいではあるけど、とりあえずね、最後までいけたので、これはね、完成とします。
お疲れ様です。これで最後かな。こんな感じで全部のパンプキンスイーツができました。かわいいです。なんかさ、色合いが秋って感じで本当にかわいい。まずね、これ。じゃーん、かぼちゃのクッキーです。めっちゃかわいい。パンプキンシードもね、もちろんかわいいんだけど、ポッキーとグラニュー糖をつけたやつ。これもね、めちゃくちゃかわいいので、めちゃくちゃこれ簡単だしね、本当におすすめ。次がこちらのプリンです。他がね、結構かぼちゃのね、外見を意識したスイーツになってるから、これは本当に本気でかぼちゃのスイーツで美味しいものっていう風に考えて作りました。プリンをね、かぼちゃプリンにしてもよかったかなって思うんだけど、こちらクリームでキャラメルとかぼちゃのハーフ&ハーフみたいにしました。そしてこちら。この茶色のリボンとこのカフェモカ色めちゃくちゃ合ってるし、パンプキンの色合いがアクセントになってすごいいいと思います。エモさを醸し出してくれてるんじゃないかと思います。この字とかぼちゃの絵の汚さが。そして、これね、マカロンね。はい、これはあんまり言うことがないです。ということで、これは後でお友達とみんなでいただこうと思います。キッチンが見せられないけど、すっごいことになってるので、片付けをします。じゃあねー。作ったスイーツはお友達とみんなで一緒に食べました。今回実際に食べたらプリンがね一番美味しかった。途中ミスった割にはプリン本体も美味しかったし、何よりねクリームがすごい美味しかったの。ちょっとこれは本当に作ってほしい。プリンじゃなくてもカップケーキとかシュークリームとか違うスイーツにも合いそうだしね。クッキーもこんなにシンプルなのにすごい美味しかった。しっとりしてて、ただちょっとパンプキンの風味が薄かったから、もう一回作るなら次はクッキーの中にかぼちゃのなんかクリームとかを入れるかも。ただ見た目と味の総合点だったら今回はクッキーが一番かもしれない。世界一うまい。ありがとう。店のよりうまい。嬉しい。思ったね。もし将来店開いたら私のために常にマカロン置いてほしい。嬉しい。スナックみたいな。最後はみんなでケーキをいただきました。いろいろハプニングとかもあったんだけど、今回もすごい楽しかったし、満足のいく可愛いスイーツが作れたかなって思います。次回はハロウィンのキャラクターたちがスイーツで登場するかもということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。